館長ごきげんよう。ごきげんようです。ごきげんよう。遠い山並みの光見ました？いや見てないですね。今やってる映画なんですかこれ？多分ちょっと前、9月からだからもう終わってるかな。なんか上映終わってるとこも多いかもしれないんですけど、はい、50年代の長崎を舞台にした映画で、その衣装の高橋沙也加さんのインタビューが総演に載ってました。おー、来てるんじゃないですか映画衣装がやっぱり。私に来てる。私に来てるっていうか全体的にこう日本に来てるんじゃないですか。そう、もっと注目されてね、どんどん注目されていったらいいなと思うんですけど、でその中でやっぱ50年代当時の総演って型紙がついてたんですよね。で、普通っていうかご家庭でみんなその型紙から服をみんなが作ってた時代。そうだったみたいで、確かにね50年代とかは確かに、でも90年代ぐらいまではね多分ね、ついてて、僕が専門入ったのがいつだったかな、2002年とか3年だと思うんですけど、その時は型紙はこうページに印刷された型紙でこう自分で引かないといけないみたいなちっちゃい縮尺がついて、なるほど。ただその前の僕が高校の時とかはちゃんとした紙の実寸大で、型紙がついてたと思うんで、へえ。それぐらいが過渡期というか、つくかつかないかの過渡期だったなと思うんですけど、その50年代の総演をダウンロードして、でその型紙から作った衣装を着てるらしいんで、そのレトロな服好きな人とかぜひ見たらいいかなと思います。すごいなそれは。遠い山並みの光ってノーベル賞を取った和尾石黒さんの原作のやつですかね、これって。そうです。それがなんか幼少期、長崎に多分ちっちゃい時いて、でイギリスに移住されたんですけど、その時の経験をもとに書いた作品を実写化したものらしいですね。面白そうですね。よかったら見てください。はい。じゃあ今月の図書館通信始まります。こんにちは、三津穴熊服飾図書館 PR 担当のえりぐりです。こんにちは、館長の三津穴熊です。大阪の北浜にある服飾に特化した図書館の三津穴熊館長と一緒に、服飾のことはもちろん、社会や文化、哲学など、ささやかなことからどうでもいいことまでいい加減に考えていくポッドキャストです。毎月月末のプレミアムフライデーの朝7時頃に配信します。お便りも募集しています。概要欄のメールアドレスへお気軽に送ってください。今回はご紹介したい本が一冊ありまして、はい。先月発売されたんですかね。発売はいつだったかな、ちょっと。高畑桑名さんっていう方の T シャツの日本史っていう本があって、これを私が頼んで蔵書してもらったんですけど。そうですね。僕は全然知らなかったんで、でもこれが T シャツ日本史って書いてあるけど、実は違うんですよね。いや T シャツの日本史ではありましたよ。ある部分にフォーカスしてるっていうか、強烈にフォーカスしてる本なんですよね。そうですね。じゃあ T シャツの裾をタックインするかタックアウトするかに注目した本なんだと。だからズボンやスカートの中に入れるか出すかってことですよね。そうです。皆さんはどっちで着てますか普段。それによってね、こういろいろ考えるところがありますよね。この本はで T シャツの日本史って書いてるんですけど、一応明治以降の日本の洋装のファッション誌をこうさらっと外観してる感じもあるので、あんまり詳しくない人とかが入門として読むのもいいんじゃないかなと思って、オンドルショルツとか出てきてよかったですよ。なんだっけ、オンドルショルツってアンダーシャツ。そう、福沢諭吉がアンダーシャツのことをオンドルショルツって紹介してる本の話から始まって、最後は今時のね、最近やっぱタックインしてる人増えてきたよねみたいなところまで行って、で最後ファッションとは何だろうみたいな哲学的な話になっているので、結構面白かったですね。なんか基本的にすげえこう流行に対してなんか思うところがあるんだなっていう本でした。ちなみにえりぐりさんは、どっちが多いですか？タックインとタックアウトですか？
タックアウトかな。だから私タックアウトど真ん中世代なんで。僕もアウトなんですけど、うん、お腹がね、うん、特に昔は弱かったんで、結構夏お腹壊す率高かったです。タックアウト全盛期に思春期を過ごしたんで、やっぱ今でもタックインは頑張らないとできない。僕もできないな、T シャツもシャツも出してしまう、基本。まあスーツ脱ぎとかは入れますけどね。そうですね。だからフォーマルの時以外ですよね。だから館長が作ってる服もさ、タックアウト前提ですよね、結構。基本的には。でもこの間作ったシャツは、インしてて着てたかな、うちのパートナーは。ただね、僕の作るのズボンっていうか、スカートとかボトムスは腰回りめっちゃ今では誰もやってない感じのラックス入れて腰裏ちゃんと入れて作ってるから、本当はタックインしてきた方がいいのかもしれない。だからパートナーは基本的にタックインして着てる場合が多いんですよね、スカートとか。なんか腰回りがやっぱ綺麗に見えるからって言って。そうね。でも私もう一個あって、多分タックインするってサイズが合ってないとできないのもあると思うんですよね。そうですね。確かに確かに。ボトムスとかのサイズ感が合ってないとタックインしてもかっこよくならないのはあるから。確かにね、あまりにもウエストとの差寸があったやつをベルトをつけてぐちゅぐちゅってやると、うまくいく場合もあるけど、あんまりね、綺麗にいかない場合もあるから。私基本なんか全アイテムがオーバーサイズ感あるんで、私ちょっと小柄なので、そしたら全サイズオーバーサイズ感があるのをタックインしちゃうとバランス取れない感じはあって、だから全部オーバーサイズだったらもうそういうスタイルに なるけどみたいなのちょっとあるかなと思いましたね。昔のヒップホップみたいな。昔のヒップホップは出してたんじゃないのわかんないけど、最近入れ始めたらしいですよ、ヒップホップの人。そう、それもこの本に書いてあって、最近ピタピタの服になってきてるらしい。昔前と後ろをね、逆に切るっていう、あれもヒップホップの人たちだったと思うんですけど、その何人かいた子供みたいな人たちでしたけど、ズボンもT シャツも全部逆に着てる人苦しくないのかなとか思いましたね。あとね、タックインタックアウトだと私一番それに触れるのが、その学校制服のバイト、販売のバイトに行く時が結構シーズンであるんですけど、めっちゃ聞かれるんですよ、親御さんに。この学校はインしますかアウトしますかって。そのサイズ選ぶ時にさ。基本でも学校はいいんじゃないの？それが最近違うんですよ。夏服はアウトとかあるんですけど、なんか学校によってきっちり決まってる学校と、生徒に任せてる学校と、一応名目上ルールはあるけど、もはや形骸化してる学校があって。やっぱ進んでるんですね。そう、だからやっぱり生徒から苦情が来たら、いや、どっちでもいいですみたいになっちゃう学校が結構あって、で、毎年変わってたり、なんか、あって、だから結局もう先生に確認してくださいって言うしかないんですけど、めっちゃ気にするんですよ、あの人が。いわゆるブラウスというかワイシャツっていうか。そう。だから、生徒はそんな気にしないんだけど、その親御さんが、やっぱ買うときにサイズ感、すごいやっぱ大きめを買われるんですよね、大きくなるから。で、その時に、だから、丈がどうしても長くなるんですよね。だから、タックインしたら丈が長くてもなんとかなるんだけど、タックアウトしてきた時にもうスカートちゃんみたいな感じになったりとか。でもそんな長かったらタックインも結構なんか深まりそうな気が。そうとか、まあなんかそれで結構聞かれたり。で、一応制服のメーカーさんとかは、その裾の形でタックイン前提かアウトかを決めてはいるんですよ。こう S 字にこうくびれてるやつは、タックインだし、こうまっすぐのやつはアウトだっていう。そうで一応見分けはできるんです。どっちか。歩く時にね、こう出てこないようにってこうなってるけど、まあ出てくるんですけどね、歩いても。そうだから普通のなんていうかワイシャツって言われるやつは基本タックインなんですけど、問題はなんだワイシャツじゃなくてポロシャツ。学校の制服でポロシャツがめちゃくちゃ多いです今、もうポロシャツ。そうなんですね。そう、夏は特にもうポロシャツで、冬もポロシャツで、でも洗いやすくて、なんかポリニットみたいな感じで、シワが寄らないみたいな感じで、めっちゃ多いですよ。今ほぼもう変わってるんじゃないですかね。それはびっくりした。で、ポロシャツの裾にリブがついてるかどうかっていうのもタックイン前提かどうかっていうのがあって、リブがついてる場合はタックアウト前提なんですよ。
裾っていうか、この本当に袖口じゃなくて裾の話ね。裾周りにリブがぐるっとついてるのはタックアウト前提で、ついてない、折り返して三つ折りとかになってるじゃ一応タックイン前提で作ってるんですけど、メーカーは。まあでもどっちでもいいよみたいな。まあ制服のね、メーカーさん、あんまり喋っちゃダメか。まあ確かに。学校ですらタックアウトの時代に入ってるってことですね。そうですね。でもタックインしたい子もいるし、なんか、まあ、選択肢が広がったみたいな。でも基本なんか気になるのは、その生徒さんとか学生さん自体じゃなくて、親がすげえ気にするっていうのは気になる。僕の時代だったら、もうアウトしてたら怒られる。でも結局特に夏はタックインしてた熱中症になっちゃうっていうのもあって、もう出せよみたいな。なるほど。まあ気候とともにみたいなこともあるのか。そうあるんで、私の時もだって体操服とか絶対入れろってすごい言われて、でもみんな出してたけど、先生来た時だけみんな入れるみたいな時代でしたね。確かに。そうね、それでなんかね、サイズ迷ったりとかもされてたりとか、まあでも結局周りの人はどうですかって聞かれることも多くて。皆さんどうしてらっしゃいますかとかめっちゃ聞かれる。裾ででもこの本の人も割とこう同調圧力みたいなのを T シャツの裾を入れるかどうかで感じてたってことだから、結構衝撃的な、学校でタックアウト、なんか衝撃的な僕としては衝撃的な話ですね。そうだからこの本だと結構その社会的なものとの関係で自分のなんか私服のファッションのことについて話してらっしゃるんだけど、学校になると学校のルールがあって、そうですね。それに従いつつでも反抗しつつ出したり入れたりするから、またそこは別の文脈があったりして面白いなとちょっと思いました。なるほど。そうね、だから結局どっちが正しいとかはないですもんね。そうですね。僕が高校の時が95年なんですけど、第一ボタンを閉めるか開けるか論争はありました。で、多分その時ちょっとだけ、96年ぐらいだと思うけど、モード系っぽいものが流行ってきたら、結構閉めてる学生が多くて、その前は多分第一ボタン開けて、ちょっとなんか崩すじゃないですけど、悪そう感を出すみたいなのがフォーマルっぽくて、ちょっとモードっぽいみたいな。もう何が第一ボタン閉めたかってモードっぽいに謎って謎なんですけど。まあちっちゃい世界の話ですよね、本当にね。でも体操服着てさ、前全部開けてる男の子とかいませんでした？まあそれは結構もうちょっと悪そうな感じで。結構ラディカル悪ですよ。ラディカル悪っていうのも。で、なんかこうもう下、パンツ半分出してさ、腰パンで履いて、いやあれ下から引っ張ったら絶対脱げるよなと思って見てた。学生も反抗しますよね、いろいろね。そうですね。ちょっとだから刑務所でもやっぱりみんな人と違うことをしたいっていうので、メガネだけが一応なんていうの、こう医療機器っていうことで、メガネは変えれるらしいんですよ。だから刑務所で入った人とかがなんかブランド物のメガネを差し入れしてくれてと、なんかこう面会に来た人に言って入れてもらって、メガネを変えるっていうこと。日本で。で他の例えばこう裾とかをさ、いろいろやってるとやっぱ怒られちゃうんですよね。怒られるんだ。いろいろこうギリギリを狙って頑張るんだと思うんですけどみんな。刑務所行ってまでそんなファッションにこうみんなすごいな。同じっていうのはやっぱり人ってストレスになるんだと思うんですよ。かといって違いすぎるのもストレスになる人が多いじゃないですか。今最近ちょっと変わってきてるのかもしれない。かなり突飛な格好の人が街中に行けば増えてるんで、そっち側の圧力っていうのは変わってるのかもしれないけど、同じ格好でずっと同じ場所なんていうの、同じ場所で閉鎖空間で同じ格好でいるっていうのがすごいやっぱストレスになるんだと思う。なるほどな。だ結局そのファッショナブルな人って人と違う格好をしてる人のことじゃないですか。まあ言ったら、基本的にはそうですね。だから不思議ですよね。でも同じ格好してないとダサいって言われたりとかもするし。そうね。だからその塩梅は、だから僕が専門学校の時にデザインの先生に言われたのは、人は同じ格好はしたくないけど、違いすぎるのも嫌だ。これマスに向けた場合の話ね。尖ったブランドやりたい人はまた別だけど、同じ格
好がしたいけど同じすぎるのは嫌だっていう、そのいいバランスを見つけないといけないぞみたいななるほどね。ことを言われた。まあ確かにその、尖りすぎてる服は尖ってる人しか買わないからな。そう商売にして結構大衆に売っていこうと思ったら、マスに向かって売らなきゃいけないから。でも気持ちは多少分かって、例えばみんなが制服にいる時に、自分だけ水着で来いって強要されてちょっと嫌じゃないですか。いじめだね。いじめでしょ。違う格好ちょっと嫌だってなるっていう、それのちょっと緩いバージョンっていうか、でも認識は共通してると思うんですよね。それが私服になってもあるっていうか、そうね、なんか TPO とかいう言葉もそんなところにありますよね。そうですね。TPO だから TPO の最たるものが、水着と下着っていうかプールとか海だと水着着るじゃないですか皆さん。でもあれって露出特に、まあ男性もそうかな、女性の水着なんか特に僕そうだと思うんですけど、あれなんか下着と面積的にはほぼ変わんないじゃないですか。下着より少ないですよね。下着より少ないの。それちょっと僕女性下着について詳しくないからわかんないんだけど。まあ種類によるけど。それがなんかこう恥ずかしいっていう感覚は多分ないと思って、さっきの例で言うと一人だけ教室で下着だったら多分恥ずかしいと思うんですよね。一人だけ下着だったら。それなんでなんだろうなっていうのは、一応理論があるんですよ。これは鷲田誠一さんっていう方が、人はなぜ服を着るのかっていうところに書いてるんですけど、自分と自分じゃないものの境界っていうのがシチュエーションによって変わるっていうことなんですよね。でその間、例えばこう、まあちょっと汚い話ですけど、何排泄してるとこ見られるのって恥ずかしいじゃないですか。まあオートでもちょっと恥ずかしいと思うんですけど、その自分と自分じゃないものの境界が結構恥ずかしさの領域っていうか、間で、で教室にいる時の下着っていうのは、多分その境界、皮膚に近い感覚なんですよね、下着が。でプールの時は、それがちゃんとした外側って認識するんだと思うんですよ。水着自体を。だから恥ずかしくない。で風呂に行ったらもう全裸でも恥ずかしくないみたいな。銭湯とか。銭湯とか。それで説明すると、水着がなんで恥ずかしくなくて下着が恥ずかしいのかって言って、シチュエーションによって自分と自分じゃないものの境界っていうののラインが変わってくるっていうことなんですよね。なるほど。だからその、結局場面場面によって、人のなんていうか感じ方って簡単に変わっちゃうっていうか。らしい。なるほどね。どういう時にどういう服をどんな感じで着るのかってすごい曖昧だけど、結構確固とした社会規範がありますよね。そうですね。でも最近やっぱインバウンドのお客さんが多いじゃないですか。でアジア人でも、やっぱ中韓の人とか東南アジアの人って、日本人に比べて露出高い、まあ欧米人も特にそう、欧米人もそうだと思うけど、でそれにより、なんとなく大阪だけの限定かもしれないけど、都会だけ限定かもしれないけど、なんか日本人の露出も上がってる気がする。でも最近へそ出しとかしてる人多い気がする。あとなんかこう突飛な服の人もなんか多くなった気がする。なってる気がする。なんかその専門学生が作るみたいなシャツはどこで売ってるんだいみたいな人は、まあ、大阪来たら一人二人見かけます。ですよね。そうだから20年前かとか15年ぐらい前だとみんな同じ服着てたから、すごい久しぶりに大阪来たらびっくりしましたね。だからそれもさっきのプールのとか海の例と一緒で、まあなんかこれいけるんだと思ったらこうなんかラインが変わってくるっていうことだと思うんですよね。なんか常識が変わってくるっていうか、それこそだから T シャツの裾をタックインはダサいからタックアウトがダサいになったり、こう行ったり来たりするのと一緒ですよね。TPO もだからそれに従って、だからそれを逆手にとって、昔だったら IT の人たちは、なんか株主総会みたいなところでも T シャツに出るみたいな。でもそれ自体が俺はそういう権威とかには
気にしないやつなんだぜっていうのを相手に見せるためのファッションだったりもするっていうね。ファッショナブルじゃないことがファッションになるみたいな。だからそこから抜け出すのが難しいよねみたいなことを書いてるのも鷲田先生の本、さっきの本とかもそういうことも書いてたんで、だからストリートブランドが今コレクションブランドになったりしてるじゃないですか。シュープリームとかがそうかな。あれってもともとトレンドっていうのがメゾンが作ってたトレンドっていうのをこう街からちゃんとストリートから出てくるっていう意味でストリートブランドだったんだけど、それがなんかもうパリコレとかコレクションっていうか、ああいうファッション業界に取り込まれていくっていうのは同じ現象だなと思って、すごいこう相似系というかフラクタルみたいな構造になってて、ミイラ取りがミイラになってるんでね。そう面白いなと思うんですよね。確かに。ミクロで言ったらさっきの T シャツ着るっていうのが、マクロで言う、そっちもそうなるんだと思うと、なかなかその権威のなんか構造から抜け出るっていうのは、その第一宇宙速度とか第二宇宙速度みたいな、そのなんかすごい速度でいかないと、何かを突き破らないとそこからこう出るって難しいんだなと思って。でも出た途端にそれは内側になっちゃう、そうなんです。そういうこと絡め取られちゃうっていう、これが鷲田さんなんかは、モードの、なんていうか懐の深さっていうか、なんかこう包摂性みたいな、なんて書いてたかっていう正確な言葉じゃないですよ、ここ。なるほど。じゃあ、そのパリコレとか、そういうモードの最先端のランウェイで変な格好ばっかりしてるのは、それを突き破ろうとしてるってことですか？突き破ろうとしてるのかもしれないな。絶対あれ普段着れないだろうみたいな服を出すじゃないですか。そうですね。なんかでもそうでもないブランドもあるけど、陸応援とか無理でしょあれ。そうですね。まあそういう批判って昔からされてて、だからあれ何やってるかって、特にオートクチュールの方ですよね。プレタはまだ、まあブランドさんにもよるけど、あとコレクションの質っていうか、例えばニューヨークなんかは割と今出せる服っていうのが結構多いと思うんですよ。そうね、コレクションのその場所っていうによって、まあパリが一番だから、そうだね、ミラノとかパリとか、パリのオートクチュールコレクションなんかはちょっともうなんていうかな、すごい設備というか、大掛かりサーカスみたいな感じになってて、なってる。もうあれ自体がなんかシルク・ドゥ・ソレイユとかショーになってるじゃないですか。そうだね。メイクとかもすごいですよね。なんか顔からなんか出てるぞみたいな。だから、まあアートに近いと思ってくれたら分かりやすいんじゃないかな。まあコンセプトの紹介みたいな、ティザーみたいな、舞台芸術だって考えると、自分たちが表現したいものはこれのでみたいな、これが今回のコレクション、このブランドのアイデンティティなんだっていうテーマでありアイデンティティなんだっていうとパンって出すっていうのを全部の演出やってるっていうのなんで、まあ、服の会社がやってるから、あの服なんか着れないよなってなるけど、そうじゃなくてあそこの場はこういう世界観なんだっていうのを押し出してる。もはや服のだからこの昔みたいな、その買う服の場所じゃなくて、そうですね、世界観のショーを見せて、でこの世界観の中でじゃあリアルクローズはこれですよみたいなのを売っていくっていう感じですか。なんかファッションショーの変遷みたいなのも面白いかもしれないな、どこかでやれば。ちょっとね今日はそんな時間があれなんで、今日はね喋ることが多いからすごい長くなるからまあね、だからそうですよね。最近本当にさ、なんか露出も多いですよね。なんかパリコレなんか。そうね、昔ね、全裸で出たのが一回あって、でみんなやりたかったけどやられたってみんなが思ったみたいな、でも考えつきそうなんだけどねそれって。でもね、僕ね作る側だから多少わかるんですけど、舞台やってた時に、舞台の服、ちょっとやってた時に、なんかね行き詰まるとねそのね考えになる。なんかもう裸が一番綺麗なんじゃないのとか、ダンサーさんとさ体がすごいやっぱ綺麗なのよ。研ぎ澄まされて。そしたらいや僕がなんか作って着せるよりもさ、やっぱなんかない方がいいんじゃないのとかこう悩んできて思っちゃうんですよ。その気持ちすっごい分かって、だからなんかみんな深読みして解釈して、あこれ裸っていうのがどうとかなんか解釈してるけど、もう、病んだ結果なんじゃないかな。いやもうそれだからさ、もうめんどくさくなってるのもありますよね。まあ簡単に言うと
なった可能性もちょっと捨てられない。最初の一人しかできないですよね、その突拍子もないことって、うん、他の人全員パクリになっちゃうから。そうだからある程度でも時間が経てば解釈を変えてみたいなといけるのかもしれないですけど、音楽でもありますもんね、演奏しないやつね、ジョン・ゲージのねそうあれも1回しかできない1回しかできないやつなんか観客の騒音が音楽なんだみたいなやつね、だからどうかな僕だからどっちかというと洋服自体はやっぱヨーロッパの服が好きだけど、ショーのあり方としては僕ニューヨークコレクションが好きかなと思います。あれ結構やっぱりニューヨークブランドさんもそうだけど、割とリアルに作ってまあもうそのまま流れていくみたいな。なんか買える、すぐ買えるようなのが多い。確かに印象は。でも幼児とかギャルソンはそうでもないかもしれないけど、幼児山本なんかはそのままの服が結構多いかなと。ブランドにもよりますよね。だからディオールとかもう別に着れる服ですよね。ホトクチュールの方ね、ちょっとなんかもう、ちょっとまあね、ディオールのああいう服自体がもうなんか、そういうね、電車に乗る人が着る服じゃなかったりしますかね、オートクチュールの服なんかは。そうね、あんま詳しくない人に言うと、だから同じブランドで同じパリコレクションの中でも、そのメンズラインとかレディースラインとか、あとはオートクチュールラインって何個かあるんですよね、種類がね。なんかなんだっけ、クルーズコレクションとか。クルーズコレクションってなんだっけな。なんか春夏かななんかのなんかクルーズ行く時の服のなんかアロハシャツみたいな、今そういうのがあるんですね。なんかとかあったりして、だから多分そのあんまり詳しくなかったら全部一緒に見えると思うんですけど、何回かあって、なんかそのなんかジャンル別の戦いみたいな。でオートクチュールは金がかかるので、やれるメゾンも限られてるし、権威があるから、あなたって言わないとやらしてくれないみたいな。その多分一番みんなが話題に上がる変な服が出てくるのはオートクチュールコレクション。一点物なんですよね、あれはね、全部。ほぼ一点物で。まあ比較的メンズのコレクションはリアルクロースに近いんじゃないかなと思います。確かにね。比較的やっぱり近いかなと思います。でもそうですね、普通のなんか可愛かったりかっこいい服見たかったらニューヨークコレクションねがいいんじゃないかなと。まあパリコレでもね、ブランドさんに何回も言うけどブランドさんによってはそうですよね。これ着れるけどこれは無理でしょっていう判断の基準っていうのはどこら辺にあると思う？リアルクローズかどうかみたいな。まずでかさはありますよね。それはね、枕とか後ろに背負ってるのあるよね。あれは無理だよね。ビクター・ドロルかな、枕のやつは。布団にくるまってるやつね。あれは重そう。あとなんか人間が逆さになって、あれビッグ OS だっけ？なんか二人なんか組体操みたいになってるやつ。あったね。とかも確かに。無理じゃないって、やっぱ長時間こう反対側になってるとやっぱ健康にも悪いし。あとは汚れそうなやつとか。植物が生えてるやつとか。あるね。でもその微妙なやつってあるじゃないですか。例えばさ、USJ のさ、案内のさ、スタッフの格好でさ、あれを私服として着れるかどうかっていう。その問題がさっき言った TPO の問題とコスプレ問題につながるやつですよね。そこもだからでも普通の割とさ、短パンにさ、アロハシャツとかじゃないですか。でもどう見てもこれはアミューズメントパークのスタッフだなみたいなって思うのはなんでなんだろうって。それ制服に関してはちょっとその集団を背負ってるっていう面があって、例えばローソンの格好してなんかくわえタバコしてポイ捨てなんかしたら、ローソンにやっぱり泥を塗ることになるっていうで、ローソンには怒られるかもしれないけど、でもブランドものの例えば、そうね、ディオールって書いた T シャツを着て、くわえタバコして捨ててたとしてもディオールには怒らないね。クレームはいかない可能性高いですよね。でもだからそれってさ、だからディオールの服は制服じゃなくてさ、そのローソンの縦縞はさ、ローソンの制服だとみんなが見なしてるってことだよね。そうですね。制服のデザインって結構ね、テクニックがいると思うんですよね。そうなんですか？そういう面では、やっぱりなんか所属してるみたいな感覚、なんでディオールの T シャツ着てたら、ね、どこのブランドでもエルメスでも何でもいいですけど、なんで苦情がいかないんだろうか。ローソンの人にしか配布してないってみんなが思ってるからかもしれない。そうか、自由意志で買えるか買えないかみたいな。だからローソンが一般発売して、それが流行ってみんなが着てたら行かなくなるんじゃない？
じゃあローソンはクレーム対策の時に一般発売をするべきでもそんなことしたら店員万引きとかされる可能性があるか。そうかも。じゃあ見分けがつかなくなるかもしれない。難しい。だから制服もさ、結局そのさっきのさ自分のなんかパーソナルなところかどうかの境目って言ってたけど、だから制服を着てるかどうかがローソンの身内か身内じゃないかの境目なんじゃない？わかんないけど。ああ、それはそうかも。来た瞬間に仕事モードになるとかいうそういうのもあるかもしれないし。あと会社の、所属してるし、なんかそういう調べてる本とかその本に書いてないですか？その T シャツの本には書いてないか。制服の話はあんましてないのよ。だから制服の話してないのか。そこはだから私服のタックインかタックアウトかの割とそのファッショナブルな方向の話で、その人に強制されるかどうかは全然触れてなくて、ちょっと触れてるのは、デムナ・バザリアとバージル・アブローについて触れてるところがあって、デムナ・バザリアさんっていうのは、もともとバレンシアガの、デザイナーさんをやってたのかな、チープなアイテムをモチーフにした作品で世間に衝撃を与え続けているって書いてて。最近の話かな、やっぱり。2015年。やっぱりか。僕バレンシアガさんはすごい好きなんですよ、実は。で、昔のバレンシアガ、僕はちょっとプレタをやるには、オートクチュールを知りすぎたって言って、プレーターのメゾンって作ってないはずなんですよね、その直後には。だから親戚がなんかやってるとか学生から聞いたけど、ちょっとそのバレンシアガの本当の歴史はちょっと僕すいません、知らないからなんですけど、やってないから、元のバレンシアガの流れとはちょっと切れてるんですよね。でも僕元のバレンシアガのイメージで行ったから、で京都にショップがあるんですけど、行ったらなんだこれってなっちゃってだからこの突拍子もない人がやってた時ですよね。そうなんですよね。だからこの人はそういうなんか、そういうテイストでやってて、でだからちょっと西海岸的ななんかスケートカルチャーっぽい感じもなってたりしてて、そうね。だからでね、この中にね、運送会社 DHL のロゴを使用した T シャツっていうのも作ってて、それ DHL その人がポイ捨てしたら、DHL に苦情が来る可能性が。そうベトモン版の DHL T シャツは約3万円。でも実際のロゴを使用しているため、運送会社のユニフォームにしか見えないって書いてる。それまずいじゃないですか。でも DHL のサイトでは本物の作業着が 6.5 ドルで売られてる、っていうようなことをしてた人ですって書いてるから、実際にやったことある。だからそのユニフォームを高級ブランドに取り入れて売っちゃった人が実際にいるっていうことが書いてて面白かった。みんなこれについてどう思うんだろうね。DHL で買った方がいいやと思うのか、それとも見えないけどタグにバレンシアガって書いてるのがあった方がいいのか。だから館長もローソンの柄のローソンの T シャツを別に売れる可能性もある。売れる可能性もある。あれだよね。だからその、やっぱユニフォームの定義をちょっと揺さぶってるところはあるなって思った。そうですね。ユニフォームについてもいろいろなんか調べると面白そうなので、そうですね。またどこかでやりたいですね。まあね、なんか基本なんか、この本 T シャツの日本史も基本的にはだからその、好きなものを好きなところで着させてくれよっていう本なんですけど、だから僕がね全然理解できないのがコスプレ問題なんですよ。例えば USJ で、とかで言ったらキャラクターの格好をしていいのかとか、例えばコスプレ日本橋とかいろんな場所であるコスプレのイベントですら、その格好で来んなよみたいな、その場所聖地巡礼も含めて、その場所で来るんじゃなくどこかで着替えないといけないから、ロッカー付きのチケットを買ったりとかみんなしてるわけじゃないですか。あれね僕全く理解できなくて。なんか結局あれはだからそのコスプレ業界の連帯というか、自主規制でしょ。自主規制なんだよね。でも周りの住人が怯えることはやめようみたいなことですよね。そうだね、あると思うな。だから結局そのロリータファッションの人とかは私服として着てるから、あれで着て電車に乗ってても別に言われないし、だから昔はやっぱりちょっと多少キーの目で見られたけど、最近別にそうでもないところもある。でもキーの目で見られるのは、その圧力が嫌だっていう人は分かるんだが、そうね、木の目で見る側がダメだっていうのは、僕は過度なる質みたいなこと以外は、あとはすっげえトゲが出ててなんか危ない、満員電車で危ないみたいなのの2つ以外は、人が何着ようがそれがコスプレの格好だろうがいいんじゃないかと思うんだけど、そのコスプレに関してはその著作権みたいなところはどうやってあれはクリアされてんの？されてないの？それもさ、だからすげえグレーゾーン。コスプレ衣装はなんとか風って言って売ってる。
なんか例えなるばほなんか鬼滅の刃風衣装とかで売って一応グレーゾーンになってる。であとは素人が作って売買してる分には多分そこまでおめこぼしをもらってるんじゃないかなと思うけど、本気出したら多分ダメだと思う。個人が自分その収益関係なく、自分の楽しみで、その何かの服を着る、何かのアニメキャラかなんかの服を着るっていうのも、法律に、まあお互い詳しくないからその正確なことは言えないと思うんですけど、そうね、だから結局さアウトなんですかね。なんかね、グレーゾーンにしとこうっていう文化がすごいオタク業界ってあるじゃない、その同人誌とかも聞かないでおこうって言ってわかる。だから白黒させたらできなくなるから、聞かないでおこう。そっとしておこうみたいな。日本的っちゃ日本的なこと文化が多分オタクとか、そういうコスプレ業界にすごいあって、で害さないので放っておいてください。こちらに目を向けないでくださいみたいな雰囲気は醸し出してるから、突き詰めてあんまりみんな考えないようにしてる感じが強いと思う。だからその USJ とかで、ああいうのがすごい、万博もあったかもしれないな。それ叩かれた人っていうのは、せっかくこうおめこぼしされてるんだから、話題に上がるようなことして規制されたらどうすんだみたいな話、後ろめたさがちょっとあるから、ああやって叩かれるっていうことなんですかね。そうだね。だから究極の同調圧力であるかもしれないけど、でもそこはさ、なんか館長もよく言ってるけど、そのパクリ、前も話しましたけど、パクリがどこまでみたいな話もあって、だから服飾誌とかパクリの服飾誌だからまあね、有名なブランドとかも、だから他の有名なブランドからパクって作ってたりとか、当たり前にしてたり、それこそコスプレの衣装とかも、まあもともとね、その作品の衣装だけど、その作品を書いた作者もどっかからその服をパクってきてるわけなんですよね。で、だからそれを考えていくと難しいなとは思う、オリジナリティが何%あるかみたいなことなんだろうな。だからキャラクターに関してはそのキャラクターになりきるってことだから、本当は 100% 模倣したいみたいなことに近いんですよね。多分僕コスプレに詳しくないんで、どういうイメージで。まあ人によるかな。なんかまあ、それはその完璧に再現したい人もいれば自分なりに解釈して、まあ二次創作の度合いが強い人もいるし、いろいろだけど、だから最近なんか話題になってるトレースの話とか、まああの人トレース以外にもなんか問題があったみたいだけど、そうですね、なんかトレースに限った場合にどうなんだろうとかもね話しましたよね。僕的にも前のパクられ服飾誌の時の回と似たようなことなんですけど、僕トレースっていうのがダメだと思ったのが、ニコニコ動画で誰かがこう音楽を作ってそれに PV を作るっていう文化があった、今もあるのかな、今はもうセットでやってるかもしれないけど、あの時に割と有名になった人がこれ実はトレースなんだみたいな、で炎上しちゃったんですよね。その時に初めて、写真を写すっていうことがダメなんだと思って、アプリでやってたなんかダメ感ちょっとだけわかるんですけど、まあでもそれもさ、なんか、昔めっちゃみんなやってた多分やってたんで、なんかそれも江口さんの話の時もローとレックはどうだったってなんか自分で写真を撮影してやってたって言うんだけど、あの時に多分 SNS があって写真が無限にこう手に入る状況だったらローとレックもやってた、なんか普通にやってたと思うんですよ。そうね。だから昔の画家とかも普通にトレースだったりするし、ね、その構図がないから自分でわざわざ作って入手経路がないからやってたけど、入手経路があるんだったらなんか普通にやってたと思うんですよね。昔はね。でもそれをさ、そのネットで見かけてトレースしたのはアウトだけど、街中でそのスケッチしたらセーフみたいな。セーフみたいな。まあだから特定ができるかどうかっていう問題なんですよね。元ネタがね、元ネタが突き止めれる世界になってしまったっていうことなのかもしれないな。まあ過去の発言で、ブーメランだみたいなことがあったけど、井口風のやっぱりそれになってるってことは、構図がどうあれオリジナルになってるってことなんだと思うんだけど、それもダメなんだみたいな。でも私っていうかこれ騒動のこと知らない人には説明しておかないと、なんか有名なイラストレーターの方が、なんかインスタに上がってた女の人の写真を構図ごと丸パ
パクリって言ったら構図ごとトレースして発表されてて、それを本人にもお伝えしてなくて、で本人からご連絡が来て、なんか初めてトレースだったっていうことが発覚したみたいな話、そうですね。でその元の写真とそのトレースした後のそのイラストを見比べたんですけど、まあ、一緒でしたね。だからうまいのがある。うまいっていうのはだから私とか館長がトレースしても多分バレないと思う、バレないめちゃくちゃそっくりで、多分すごい絵がうまいからわかるんだと思いますね、やっぱ絵にした段階でやっぱ違うものなんじゃないかなと思うんだけど、うますぎたんじゃないだから絵が。でもあれも写実的な絵じゃないじゃないですか。写真みたいな絵だったら、もう本当にリアルな絵描いてるじゃないですか、写真みたいな、そっちじゃなくてもう絵になってるからいいんじゃないかなと思ったんだけど、確かにこれどう考えても僕だよなっていうのが、例えば大阪駅に行って、めっちゃこう張り出されたらある種の気まずさはありますよね、本人からすると。なるほどね。おーマジかみたいな確かにね、やめてよみたいな、でもやめてよって思う、ちょっと恥ずかしい。ちょっと人、なんか受け身取らせる、ちょっと心のなんか受け身を取らせるのが欲しかったなみたいな。それがさ、すごいいい作品だったらなんか嬉しいとかそういうことはない？後々どう感じるか分かんないけど、多分最初はびっくりしちゃうっていうのがある。ちょっとあと恥ずかしさが出てくると思います。なるほどね。そうね。あれなんですけど、僕はあの絵好きなんで、あの人の江口久さん自体の絵とか絵柄とか好きなんで、そうですね。ちょっと守りたい気持ちはちょっと出てるかもしれない。結局 AI とかの問題もあるじゃないですか。AI にその食わせて作ってジブリ風とか、それとかもだから AI に作らせたものがどこまで著作権侵害になるのかって不思議な問題で、なんかそれってその科学の進歩と同時に、アウトになることが増えてる。だから昔はさ遺伝子検査とかできなかったけど、できて分かるようになったからこそ、ちょっと葛藤が生じることとかある。だから昔はほら男女どっちが生まれるか分からなかったけど、もう今はもう分かるようになったとか、そんなんでこう出てくる倫理的な葛藤みたいなのがまあ確かにそれと似たようなところにデジタルのそういう著作権のところも差し掛かってるのかなと。だから答えはないのかなとは思うんだけど。そうね、まあ分かるっていうことがそうね、怖いね。そうだから元ネタ分かっちゃう時代になっちゃったっていうか、さっきのでもゴスブレと逆で曖昧じゃないことがちょっと問題になってきてるっていう問題か。そうだね。だからグレーにできなく、グレーでいることを許されなくなっちゃったみたいなところはあるのかなとは思ったな。全てを開示するなら開示して売ればなんかいい感じはするんだけどな、そこのパクリの問題。でもさっきのは著作権の肖像権の問題になるから、確かに内包は入れるべきだったのかもしれないけどな。結局コモンセンスみたいな、普通そうだよねっていう感覚を共有できるかどうかっていう問題なんですよね。普通それはアウトでしょみたいな感覚。普通それはいいですよっていう。TPO を理解するかどうかってこと？それが結局共有できない時代になってきたってことなのかなと。なるほどな。ってことは、この結論としては、無限に寛容になっていくっていう解決しかないのかなと。キーってなってももうなんか精神衛生上ちょっと辛いじゃないですか。私としてはやっぱさっきのそのファッションの話もその著作権とか肖像権の話もだけど、やっぱ自分でみんな考えないとダメだと思う。そうね。結局なんかルールとかモラルの奴隷になってるとまずいよねっていうこと。だからなんか何をするにしても自分はこう思ってこう考えたから信念を持ってそうやってるんだっていうのが説明できたら、そのなんか悪いことしたって、悪いことっていうかなんか批判された時もしっかりそれを説明すればいいと思うし、説明聞くかなみんな燃えてる時に難しいけど、でもそれがあったら燃えても別に多少は持ちこたえるんじゃないかな。そうね、信念はやっぱり確かになんかいろんなことに耐えれる一つだと思う。なんかいっぱい考えることあって大変だけど、やっぱ多少はやっぱり考えて、でこのファッションもそのタックインするかタックアウトするかをこう流れじゃなくて、自分で信念を持ってだからだからこれも結局なんか流行にみんな流されて大変だなみたいなもんなんだけど、なかなか結論難しいね。自分のなんかやりたいこととかを見つけ
るっていうか、なんかこう見つけるっていうとなんかどっかにあるような気がするけど、多分なくて自分で作っていくしかないと思うんだ。そうかもしれないですね。こう作っていけたらいいんじゃないかなって思うけど。そうですね。まああんまみんな気にせず何着てもいいですよ。ぶっちゃけ。どこで何着ても。何着てもいいもう、だからこうわいせつ物なんたら罪とかにならないぐらいにはしてほしいけど、何着てもいいっすよ基本的に。そうね、何着てもいいし、人が何着ててもいいやっていう気持ちが大事かな。そうですね。図書館ニュース先月告知したイベントに糸編ってやつですね。行ってきましたよ。行ってきましたね。中之島糸編の祭典。いっぱい話聞きましたね。なんかね、館長がさいちいち突っ込んで聞くから全然ブースが進まなくてこれ終わんねえなと思いながら横で見てた。でもそんなすっごい広い会場ではなかったんでね。そうだからちっちゃめの会場で、ブースも20個ぐらいかな。そうですね。だそんなもんだったんだけと思ど、だからまあ1時間ぐらいあったら全部荒れるかなとか思ったら、館長が話し込むから一個ずつ終わらねえと思って。いやなんかこう興味深いことがいっぱい聞けたんで。ありましたね、確かにね。なんかやっぱ行ってみないとダメだなと思いました。ね、気になったとこありました？僕ね、炭のやつがミネラルカーボン？それかな。すごい興味がありますね。めっちゃ詳しく聞いてましたね。なんかだから炭を通してるのかとかね、いろいろ気になるじゃないですか。そうね、だから技術的なとこもね、そう織り込むんだみたいなのがすごい不思議。炭以外もなんかいろんなもの入れれるとか、なんか繊維のなんか加工してる会社さんでしたね。やっぱマテリアルって面白いなと思って、確かに、材料系って面白いなと思って、あとはUV プリントとかも面白かった。UV プリントね。なんかねこうモコってなる、あれ衣装してる人とかは絶対いいと思いますね。そうですね。なんか、エンボスみたいになる、そうエンボス加工みたいになって、インクの力でこうなるって言ってたんでね。引っ張られるって、引っ張られてだからなんか鱗とかの柄になったりとかして、とか、あとはなんだろう、昔昭和の時代、もう何十年も前に染められた生地を再現してる会社さんもあってね。なんか全然色あせてなかったのがすごかったですね。なんか昔なんか段ボールの中にしまってたんですよとか言ってたけどね。なんかこう、ゴム引きの服とかって劣化して、なんかすごい酢酸の匂いとかするのに全然してなかったから、なんかすごいなと思って。そうね。あとは有機のコットンの取り組みをしているところで、なんだ館長がなんかすごい質問してたね。なんだっけ。言ってたっけ。そう、有機コットンをいくらで買えば向こうの人はそう日本人の平均ぐらいの収入になるんですかとか聞いてて。まあ平均じゃなくてもいいけど、確かにと思って。なんかこう教育水準を、向こうの物価もあるからそうなんですけど、基本教育水準が日本と同じぐらいの教育水準が得れるにはどれくらいの価格で僕たちがコットンね、買ったらエンドユーザー的なものは買えればいいんだって。それが2000円だったら飲み込めるけど、例えば2万とかになるとやっぱ飲み込めないんで、どこを改善すればその価格でまでは出せるのかっていうことを考えないといけない。そうだね、ビジネスにしていくには、そうじゃないと、まあ僕に言われたくないと思うんですけど、僕はそうだね、ビジネス感覚が全然ない人間なんで。そうだね。でもそれは一番遠いね。でもそこは、本当にこうそこのなんだインドだったかあれ。そうだね。インドの田舎の教育水準とかいろんなことをやりたいって思ってるんだったら、僕たちがどれくらいで買える値段なのかっていうのはやっぱりちょっと知りたかったなと思ったんでまあでもなんか答えられやすい質問じゃなかったから。そうね。まあそれでね、話が盛り上がっちゃって、なかなか最初一つ目のブースから動けないっていう状況になったっていう。あと何か空気から作る人みたいな。これね、ここも深かったですね。深かったですね。結局、空気から作るって何かっていうと、やっぱ今ポリエステルの服って石油から作ってるんですよ、全部ね、ほぼ全部からできてるんですけど、じゃなくてこう空気中からこう連成しようっていう、そうなんかメタノール合成かなんか、メタノールの合成でなんかやるのを今石油由来でやってるけど、それをこう空気からやろうみたいな話で、それをで作った糸でしたね。で実際糸があって、でも、
実際に服もできてて生地にはなってるんだけど、私が気になったのは縫い糸作らないのかなって聞いたんですよ。したらやっぱ作れるけど需要がないから作れないって、そのやっぱり規模がないと、できないって。価格スケールメリットを生かして価格を抑えないと市場に流せる価格じゃないってことですよね。そうで再生できる種類のポリエステルがあるんですけど、やっぱそれで作ったら、その服を使い終わった時にそれをもうドボンって溶液に全部入れたらもう一回全部再生できるんですけど、やっぱ最近ってこう縫い糸違う糸で作ってたり、その今回の空気でから作る糸だけで服を作ってたらいいんだけど、それとなんか違うナイロンとかをこう組み合わせて繊維作ってるんで、そしたらそれを分離するのが大変なんですよね。だから結局リサイクルしにくいんですよ。でボタン付け糸とかもまた違うし、素材だったりとかして、そういうことが混ざってくると、だからなかなかその服のリサイクルって進まないところがあって、で結局発展途上国に全部送りつけるぞみたいな感じになってるんですよね。だからまあその人が言ってたのは、その縫い糸もボタンも全てのマテリアルをこの同じ素材のプラスチックから作ったらもうリサイクルも完全にできると。まあ簡単に価格を抑えてできるってことですよね。ポイポイできるんだけど、みたいな話はしてたんだけど、やっぱ、どっちかですね。分離技術をこう上げていくのか、そっちの合わせるっていう方向、まあ両方あってもいいと思うんですけどね。売り出し方もリサイクルしやすいっていう売り出し方もできるんで、そうですね、結局なんかね縫い糸にしたら高くなっちゃうって言ってましたね、コストが。それが気になってて、そうだから結局ね、なんか再生ポリエステルとかで売ってるけど縫い糸は普通のポリなんでね、どこのブランドも多分ね、それはずっと気になってるところではあるんですよね。そうですね。あと、プリーツのミシンかなと。あれね、食いついてましたね。いや、なんか、プリーツミシンっていうか、プリーツキー、でかいけど、別になんか、20センチのやつとかあっても、使えるじゃないですか。なんか、家庭プリントみたいな、なんか昔のさ、プリントメーカーだっけみたいなノリで。で、そしたら、なんか、カムみたいな、中のなんか、爪みたいなやつを変えるのがすごい重そうだったじゃないですか。あれを家庭用でちっちゃいのがいっぱいガチャガチャって変えれたらビーンって言って。家庭用刺繍ミシンが結構あるから、家庭用プリーツミシンもあったらね、家庭用汎用機みたいなのがあれば、ないんすかみたいなことを聞いたわけですよ。なんかこうガチャンってテーブルの上に置いてできるようなやつがないですかと思ったけど、今んとこなさそうな感じでしたね。なさそうでしたね。でもなんか作れそうだったけど、何の構造だったらっていうか、僕が作ったらここで作り出してたら笑ってしまうけどね。どうなんだろうね。まあ刺繍よりは需要が少ないのかな。少ないかな。でも面白いですけどね。まあまあそんなことでいろんなものが見れてよかったなって感じです。なかなか楽しかったですね。楽しかったですね。で、来月もそうですね。イベントが、半分回転大阪生きた布としの衣服、11月22日土曜日から12月1日月曜日まで、大阪市中央区河原町の大織店舗会館です。多分結構レトロな服好きな方はみんな知ってるかな。長谷川さん。そうですね。もう超有名人の長谷川先生なので。が大阪にまた来てくださるということで、早速行ってみたいと思いますよ。我々は何日に行きますか？僕たちは水曜日かな。もうこの間もでも同じこと言ったな。見てもわからないじゃんみたいな。わかると思うよ。館長はわかりますよ。で、ハイタッチしてくださいね。はい。で、あともう一個告知する？そうですね。告知しましょう。一応日付だけ。何するか全然決まってないですけど。来年の2月22日に図書館でイベントします。で、一応こう決まってることだけ言うと、マイフェイバリットブックスというテーマでスタイリングしてくるか作った服を着てきてほしいんで、まあドネーションイベントですよ。図書館がもうね、赤字で大変なので、大赤字で。言っちゃうの。もうびっくら赤字ですよ。まあ赤字であることは覚悟の上でやってたんで、そんなあれなんですけど、まあ多少で、赤字を埋めたいです。メット柄みたいなことね、やろうかな。そうなんです。やっぱね、こう、
続いていかないとね、どっかでも赤字しんどいってなると、だからドレスコードがマイフェイバリットブックスで各種ね考えてください。考えてきてくださいっていうか、ね、またちゃんといろいろ決まったらいろいろ言っていくので、そうですね、今決まってるのはこれだけ。館長がハマってることが実行されると思っていただいたら、なんならオールナイトになる可能性も高いじゃあ。そうですね、だから植物の販売とか、あとはコーヒーの試飲とか、そうですね、なんかまあイベントの中身はいろいろだからぜひね2月22日とりあえず予定開けといてもらったら嬉しいな。ちょっとでもね入ってくれる顔に来てくれれば、時間帯は別に決まってなくて多分お昼頃から夜中まで、いつでも来てねみたいな感じ、再入場 OK なのでにはしようかなとは思ってますので遊びに来てください。じゃあ今月はこの辺でおしまいです。YouTube では服作りに関する動画も作っていますので、全然更新してないよね。そちらもぜひご覧ください。12月から更新、11月末まですごい忙しいので、12月、だから1月の更新があると思います。やりたいことも決まってるんで。決まってるの？決まってます。楽しみにしてますよ。来月の開館日はインスタグラム、Google マップでお知らせしています。服飾関係の方も服飾関係ではない方も、三つ穴熊服飾図書館にどうぞお越しください。さようなら。さようなら。